で妊婦さんですね、基本的には麻酔とか針とかっていうのはやること可能なんですけども、できない経絡とかがあるので、妊婦さんは基本的に横向きでやってきますので、不安は生まれてから。はい、こんにちは。渋谷区鍼灸美容外鍼灸院コスモチュレイの川崎です。今回はですね、マタニティの施術について協力いただきました。では、よろしくお願いしよろします。くお願いします。まずですね、お名前を言える範囲でお願いします。もゆです。まゆさん、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。妊娠して今どれぐらいですか？今もう臨月に入りまし来月ですよね、はい確かね。今日体の感じってどんな感じですかね？辛さっていうか。た。腰と、はいあと背中あたりがやっぱり辛い。だいぶお腹大きいからね、はいお腹大きいとね、どうしても姿勢的にね変わってきちゃって反るような感じになるかね。腰とかお尻とか背中とかね、やっぱり痛くなりますんでね、タニティのボディっていう感じでやっていくって感じでね、はいいきましょうかね。じゃあよろしくお願いよろしくおします。願いします。では行ってみよう。じゃあまずやる前にですね、妊婦さんって結構流産の危険性があるので、その説明を先にさせてください。で妊婦さんですね、基本的には麻酔とか針とかっていうのはやること可能なんですけども、当院では条件も受けてまして、できない経絡とかがあるので、それを説明させてもらってるんですね。一般的にはこう施術を行って流産する確率っていうのがあるんですけども、100人に1人って言われてます。肘で押せとか強い刺激っていうのはちょっとできないっていうことを知っておいてください。妊娠初期に多いんですけども、出版されてる本のですね、内容によってもかなり違うんですが、自然流産っていうのが全体の 80% あるっていう中で施術を行っていくっていう危険性があるっていうことを知っておいてください。当院ではね、もう18年以上ね、そういうこと一切ないので、安全設けてるんで、そういうことはないというふうにしてもらうといいと思います。妊娠初期でですね、初期からだいたい5ヶ月ぐらいまでの場合は、軽く触る程度の感じでやっていくっていう形になります。つわりのね、多い人もいるので、つわりのある方は言ってもらえば、つわりを止めるね、ポイントっていうのがありますね。それも行ってます。妊娠5ヶ月目ですね、安定期に入ってから普通の強さで施術が行える。7ヶ月目以降、かなりね、7ヶ月目以降になるとお腹大きくなってくるので、それに伴って体のバランスが崩れて肩巻き込んでって首が前に行っちゃってね、骨盤も後ろに傾いて、妊婦性の坐骨神経痛とかで歩けになる方もいるし、足がガニ股になってって、あっちの内転筋群ですね、内側の筋肉の緊張が強くなって恥骨が痛くて歩けなくなる恥骨痛っていうのもあります。で7ヶ月目以降になってきてやっちゃいけない経絡の中で三陰交っていうのがあるんですけども、足のここの内側になるんですが、基本的には呼吸は OK になります。三陰交は触ったりとか針とかは禁止してるので、呼吸だけ OK っていう理由が、それちょっと後で説明しますけども、安産の灸っていうのがありまして、7ヶ月目以降毎日1日1個やっていくと、子宮の中の血液の循環がどんどん上がって赤ちゃんがすくすく育つって言われてます。出産時間も通常の時間よりも2時間短くなるって言われてますので、ぜひね、7ヶ月目以降の方は産院交のところにお灸を毎日やってください。8ヶ月目以降になってくると逆子診断されてくるので、分かった時点ですぐ言っていただければ、すぐ当院は逆子治療もやってるので、すぐそこに入れます。逆子の治療期間っていうのは妊娠28週目から35週目までが勝負期間になります。分かった時点で早く言ってください。やっちゃいけないところの経絡の中でね、名前いっぱいあるんですが、なかなか覚えられないので1回じゃね厳しいと思うんですけど、大体ここ触らないでくれっていうところだけ言わせてください。まずですね、ここの合谷ですね、合谷と足のくるぶしのところにあるんですけども、本論ってあります。妊婦さんにとっては中絶で使うツボなので絶対に触らないでください。結構肩こりあると思うんですけど、肩ですね、牽制ってあります。赤ちゃんをねこう吊り上げてるイメージがあるために、ここを緩めてしまうと流れるって言われてます。であとお腹は一切触れないって形になります。お尻のところ、腰痛くなってくるんですが、仙骨のところ、仙骨のところとお尻のね真ん中より前側に管腸ってあります。陰部神経のちょっと関係があって、そこを手術してしまうと子宮が収縮することが分かって流産になるので、そこもできません。
足の方はですね、ここの内側内転筋群の方に関しては出産までにここしっかりほぐしちゃってください。ここはね、どんなに強くやっても大丈夫な場所になりますので、ここ緩めてないと分娩時にこう力めなくなっちゃって産みづらいっていう現象が起きますので、しっかりほぐしてください。で、恥骨痛のねある方ね、ここしっかりほぐすだけで落ち着きますので。で、やってはいけないところでですね、足裏のところから足の内側のこのラインですね、小陰循経っていう経絡のラインが子宮にこう関係してくるために、そこをやってしまうと子宮収縮することが分かってますので、絶対に触らないでください。ただ先ほど話した通り、三陰交ですね、くるぶしのところからね、上のところ、4つ目のところですねにありますので、そこはお灸だけ OK になりますので、出産前まではやっておくと分娩時間短くなるので、頑張ってやっていきましょう。やっちゃいけないところで、実はね、顔にもあるんですね。この体の正面のところ、任脈って言います。で、あと背骨の後ろのラインを特脈って言います。これは、ね、表と裏の関係なんですけど、任脈の任ってね、妊娠の任に近い字になってまして、どうしても子宮関係するので、顔の正中線のラインとか頭のてっぺんとかも含めてですね、触れないので、基本的には頭洗う時も真ん中をちょっと避けて洗うっていう形をとってくださいっていうふうに皆さんに伝えています。今日は腰と背中がっていう感じなんで、これをねほぐしていきたいと思います。妊婦さんは基本的に横向きでやってきますので、お腹が大きいのでね、結構首も辛い感じ。そうですね。いろいろ不便ってどんな感じで？しゃがめない。しゃがめない。足を洗うのがお腹があるからね。靴を履くのが靴は手足を足を測り手まで来てるのね。痛くなったりしてる？むくんで。握りにくくなる。グーにね。なんか物取るときに取りづらいとかってある？それは大丈夫。コスモ治療院。結構噛み締めてんのかな。そうだ。でも寝つきは悪くなりました。夢見てる？夢も頻繁に起きるよ。寝れなくて。お手洗いに行きたくて。まあしかし硬いね、肩の。一つの姿勢でいるのは結構長時間はもういるなくなる。1時間ぐらい椅子に座ってるのが疲れちゃう。そうだよね。でもそれ妊婦じゃなくてもきついんだけど日に日に重くなってるでしょ。そうですね。体重はすごく。出産間近になってくるとね、大体赤ちゃんって1週間で 200g ずつ大きくなるって言われてますからね。そうなんです。最後の1ヶ月間で大体ね1キロ近く増えますからね。これ以上体重オーバーになる。お腹も赤ちゃんの大きさもいいかなるべく大きくなりすぎない。コスモ治療院。2600。あとどれぐらい？10人？10？再来週にはあと2週間。3600。2600ってことはあと2週間で絶対産まちょうど3000ぐらいか。不安は？生まれてからね、産む時の不安はないのね。その熱を予約してるんです。予定前に来ちゃうと数分でなるので、なるべく予定でありますよ。神に祈る。そう。ここの周りガチガチやね。これ寝れないよね。
もうだいぶ硬くなってるね。痛いですね。痛いでしょ。コスモ治療院。コスモ治療院。つい、大丈夫です。コスモ治療院。はい、じゃあね、反対向きになりましょう。よいしょ。コスモ治療院。コスモ治療院。
はい、じゃあね、上向きになろうか。だいぶひどかったね、あ、そうですか。背中。入試性も偏りがあるので、なかなか疲れが取れない。そうね。背中のパンパンで寝れないよねって感じだね。はい、じゃあまたいいことね。コスモ治療院はい、でお疲れ様でした。じゃあね、ちょっと待ってね。これ下取らしてね。で、横向きになってからね、起き上がるんですね。どうかな。すっきり。お腹がパッツンパッツンになったからね。どうかな。あ、だいぶ軽くなりました。軽くなった。どう？立ち上がってみて足のむくみとかどうかな。大丈夫そう？はい。腰も大丈夫かな。はいうん。はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあ一回着ありがとうございます替えてもらってください。はい、じゃあですね、まゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。寝れないって言ってたから、だいぶ背中がやっぱすごかったですね。だいぶすっきりすっきり。しました。はいちょっと寝てたもんね。はいまあ出産間際だったんでね、もう腕もパンパンだし、やっぱ歩けないから足もパンパンだし。妊娠前からうん通わせていただいてますけれど、特に妊娠してからはやってはいけない場所とかがよくやっぱりわからないので、メンテナンスはこちらに来てやっていただくっていう感じで順調にここまで来たと思います。もう少しですもんね。はい頑張ってね、産んでもらいたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。妊婦さんのね撮影させてもらえることがないので、今回ねちょっと特別にお願いしまして出演してもらいました。妊娠初期、妊娠5週目からですね、出産ほんと間際まで妊婦さん結構来てますんで、ね、結構流産のするポイントっていうのがありますから、ぜひご利用ください。では今日ね、まゆちゃんありがとうござありいました。がとうございました。せーので。グッバイ。